こんにちは、トバログです。いや、今回はですね、久しぶりに、ルームツアーっていうよりかは工房ツアーみたいな感じなんですけど、イヨシコーラさんの方にやってきました。いや、クラフトコーラといえばね、イヨシコーラっていうところで、僕もずっとね、これまで愛飲しているので、本当になんか中身どういう風にコーラ作ってるのとか、その辺をね、ちょっとお聞きできればなと思います。こんにちは。うわ、本物だ。本当にいるんですね。はい、というわけで今回取材させていただくのはイヨシコーラの代表のコーラ小林さんの工房ツアーっていうところをさせてもらおうと思います。お願いします。よろしくお願いします。想像通りのイヨシコーラさんのイメージそのままで店舗にこうやっていろいろなものが置いてあったり、こういうなんか漢方するものだったりとか、あと後ろにね漢方とかがそのまま置いてあったりしてめっちゃ楽しみなんですけど、今回はどういうふうにコーラを作られているのかとか、そういうのをねお聞きできればなと思います。よろしくお願いします。お願いします。この工房の広さは多分10坪ぐらいで、場所は東京の下落合っていう場所にあります。ここ自体はもう店舗として結構もうやられてるんですか、普段から？いや、ここは、店舗としてはやってるんですけど、オープンは土日祝だけで限定で開けてるって感じですね。じゃあ土日祝日にここに来れば、空いてる時間であれば、ここでもう作りたてのコーラが飲めるっていう。そうですね。ここってもともといつぐらいからあるんですか？コーラの工房自体は2018年からで、僕の祖父が漢方職人だったんですけど、祖父が工房を開いたのは1954年70年とかですね。これは僕の祖父なんですけど、伊藤良太郎で伊藤良を訳して伊予薬工っていう加工した漢方の生薬を漢方薬局に卸していた仕事を祖父がしてて。すげえ。じゃあその時のままこの工房自体は昔からあって、厳密に言うと建物は1回35年前に建て替えているので、建物自体は35年前のものですね。早速なんか工房の中をちょっと見せていただければと思います。これがコーラの素ですよね。これコーラの原液ですね。シロップですね。すげえ。なんか飲む時にシロップと炭酸を入れてストローさせて飲むっていう感じですね。いわゆるそのシナモンとかクローブ、カルダモン、ナツメグ、ブラックペッパーのようないろんなそのスパイスとか粒々が入ってるんで、沈まないように常に攪拌してるんですよ。でこのシロップのジャーからこの充填器に移って、ここからシロップを出すみたいな感じですね。なるほど。炭酸とかはどこにあるんですか？炭酸もここから出ます。ここで水と炭酸ガスを混ぜ合わせて、でここから出ます。手動じゃないですね。なんか前は振ってたっけ？前は振ってました。今はもう専用のこういう機械が。一回実演してもちろん。でこんな感じですね。すげえ。ビニールのカップとかよくある飲料系のそういうのじゃなくて、なんかこのパウチに入ってるっていうのは結構面白いですね。なかなかこれは多分あんまないと思うんですけど、自分がそれこそ東南アジアとか旅行してた時にビニール袋に入れてコーラとか入れて渡された経験があって、なんかそれ面白いなと思って、それから発想を得てこれにしましたね。いただいてもいいですか？もちろん。かわいい。かわいいですね。やっぱうまいっすわこれ。家で飲むよりうまいかも。いやそうやっぱり専門店なんで、出来たてを出来たての炭酸で割って。なんかこの入れてるやつって何ですか？これ普通にブラックペッパーと山椒ですね。だからスパイシーな。そうです。こういうのが最後味としてあるんですね。一番下が基本的にディスプレイなんですけど、コーラの骨格になっているスパイスが主にあったり、例えばシナモンとかクローブとか、あとバニラビーンズとかで、あと上の段とかはこれ昔祖父が集めていた
生薬、集めていたというか使っていた生薬がもともとじゃあおじいさんの代からこういう感じでこの瓶とかに詰められて、はい、それを調合してはい、粉砕して漢方にしてたっていう。いや祖父はもっと漢方薬局に卸すのを作ってたんで、米俵ってあるじゃないですか、はい、あれあんな大きいのが生薬の原料してくるんですよ、たくさん。はい、それがここにあった。そうですそうです。はい、ロマンがその最初にクラフトコーラ作られた時ってやっぱいろいろな素材を集めて100年前のレシピから再現したっていう話をお聞きして、はい、でそこから、今おじいさんがやられていた漢方とかを混ぜて作られてると思うんですけど、はい、そこになんか至った経緯というか。それこそコーラを自分で作ろうって思ったのは、もともと僕がコーラマニアだったんですよね。でその時はいろんなコーラを飲んでるだけだったんですよ。そしたらちょっとアメリカのちょっと都市伝説みたいなサイトでコカ・コーラの漏れ出したレシピみたいな記事を見つけたんで、そこにシナモンとかコリアンダーとか書いてあって、俺作れるんだって思って作り始めたのがきっかけなんですよね。2年半ぐらいは本当趣味で作ってて、でいろんな、例えば同じレモンとかライムにしても皮だけ使うのかとか全部使うのかとか乾燥させてから使うのかって、やっぱいろんな使い方があるんですけど、でスパイスもどういうふうに使うかとかバランスとかいろいろあると思ってて、いろいろやったんですけど、その時は本当になんていうか壁を越えられなかったんですよ。でただそれこそ祖父の遺品整理があって、この場所に帰ってきた時に、家族からいろんな話とか聞いて、あと道具とかもあって、でそれを今までのコーラ作りにやってみたら全然違うものができたんですよね。なんか行き詰まってた時だったんでピンときたんですよね。でこれは行き詰まってなかったら別にその流れてっちゃったと思うんですよ。なんかこれ今聞いたやり方ってなんか活かせるんじゃないかなと思ってやってみたっていう感じなんですよね。すごいな。だからなんかその僕らの商品もイヨシコーラっていう、イヨシって僕の祖父の名前がブランド名になってるんですよ。一番最初これだみたいなのに一番近かった漢方ってありますか？なんだろう、特定のこれを入れるとめっちゃ美味しくなるとかはなくて、逆にそこは難しくもあり面白いところだと思っていて、現在僕らはそのアップデートするっていう意味で高麗人参のエキスとかを入れてますね。味っていうか機能的な意味で、はい、これイヨシ薬効っていうのが祖父の漢方工房で、これはなんか祖父が自分で掘って作ったらしいです。作りなんだ。はい。その時に置いてあったこういうのとかも、はい、そうですね。ディスプレイで今は使ってはないって感じ。これは今使ってないですね。これは金庫ですけど。これもだってカマジーのあれですよね。はい。そうですね。たくさんいろいろ入ってて、恐竜の骨とか。恐竜の骨もあれなんですよ。生薬になるんですよ。そうなんですね。やばい。これ鉄なんですけど、ちょっと持ってみてください。なんですか。うわ。めっちゃ重い。めっちゃ重いですね。2.5キロ、3キロぐらいある感じ。これはすりつぶすんじゃなくて砕くんですよ、こうやって。砕くための。これ貝殻とかを本当は砕くやつ。貝殻もじゃあ漢方として。そうです。牡蠣の殻とか。この中身は今コーラの実。コーラの実です。これがコーラの実か。すごい。全然イメージで触ってもいいですか？もちろんもちろん。硬いんですね。コーラの味がするんですか？これはコーラの味も香りもしないです。生薬みたいなものなんで、結構そのコーラの味とか香りの骨格ではないんですよ。でもなんか匂いする？なんか独特なね、木の木というか、木みたいな土というか。でも味はしないかも。味はほぼしないですね。風味が。カフェインのような。なんだろうこれ。全然味はしないんで、でもなんかちょっと後味、なんかちょっときますね。スパイス感というか、ちょっとピリッとしたような。コカ・コーラのコカってコカインじゃないですか。はい。もともと。はい。コーラがこれですよね。そうです。厳密に言うとコカの葉っぱのコカ。そうか。コカの葉っぱのエキスとコーラの実のエキスを入れてたものが最初のコカ・コーラなんで、要するにそのなんて言えばいいんだろうな。滋養強壮の成分を推してたんですよ。だからコカ・コーラっていう名前自体が薬であったことを示していますよね。そういう意味では。確かにすごい面白い。これをなんか最初に入れようと思ったきっ
かけみたいなのってやっぱコーラを名乗るのであればやっぱりコーラの実は入ってないとなみたいな自分のこだわりがあって、せっかくスパイスとかいろんなものを使うんだったら、まあ、コーラの実も使いたいよねっていう考え方ですね。どこで手に入れるとか、最初はどこで知るのかなとか、最初はガーナですね。ガーナで確かガーナの大使館とかに電話して仕入れたいんだけどどうしたらいいかみたいな話で直接ガーナとか行って、それはもう食べれないんですよね。現地だと生の状態でかじって嗜好品として楽しまれるものです。そうなんですね、はい、お邪魔します。はい、一応この場所がもうイヨシコーラの本店の工房で、ここでいろんなスパイスの調合とかをしてます。もっとめちゃ大規模な感じを想像してたんですけど、はい、なんか保育園の給食室ぐらいの、ちっちゃいですよね。で一応機材の説明をすると、この機械が僕の祖父が使っていた生薬とかをすりつぶす機械なんですけど、これで、いろんなスパイスとかを粉々にします。今もこれ使ってるんですか？今も使うときは使いますね。すげえ、はい、初めて見た薪の式。今も葛飾区の方にある会社ですね。でそこに直接行って修理してもらいました当時。なんかこういうのってもう今でも新しいのあるじゃないですか、はい、はい、これをなんか使う理由みたいな。いや意外と当時の機構がそのまま使われてるんですよ。あ、そうなんですね、はい、新しいやつも新しいやつも基本的には機構って変わってないんで、じゃあそのまま使えるんだ、そうです。それだったらその方がいいですよね。はい、この機械で、スパイス粉々にするやつは粉々にして、粗挽きにするやつは粗挽きにして、でそのスパイスだったりとかいろんなレモンとかレモンの柑橘類をこの釜で火を入れて、で、最終的にシロップにするっていう。スパイスを使うにしてもホールのまま使うのか粗挽きで使うのか、パウダーにして使うのかでやっぱり味の出方とか香りの立ち方っていうのは大幅に変わってくるので、そこをどう組み合わせるかっていうのが結構大事だったりしますね。なるほどな、はい、この釜は普通に調理用ですか？これが調理用です。ただいろいろ、独自に改造したりとかしてて、いろんな火の入れ方をしていますね。なるほど、そこにじゃあ違いが出てくるっていう。そうですね、はい、うわーめっちゃおもろいな。でこちらがこっちで混ぜるやつ、作ったシロップをさらに攪拌をしながらいろんな調合をさらにしたりしますね。これはめっちゃおもろいですね。これですか？はい。いや卓球のラケットぐらいありますね、先っちょ。これそう混ぜる仕込みのやつですね。こちらでなんか製法ちょっと変えてみようかなみたいなあったりするんですか？今日この漢方入れようかなみたいな。基本的にはベーシックのラインは1回作ったのはほぼベースで変えないです。なぜならそこはそこで変えちゃうとさらにブレが生じちゃうので変えないですけど、日々実験をしたりとか、いわゆる新しいラインとかをするときにはいろんな技術とかを試していて、今実験しようと思ってるのはヒノキ、群馬県のみなかみと今取り組みをしていて、みなかみのヒノキの蒸留水とあとみなかみのいわゆる湧水を使って今コーラを仕込もうと思ってるんですよね。わーすごい。なんか企業によってカスタマイズとかそういうのもあったりするんですか？コラボそれこそドクターストーンのコーラ作りましたよ。なんですかね？ドクターストーンっていうアニメに出てくる、いわゆるパクチーとかで作ったコーラがあるんですけどそれをちょっと作ってほしいってそのドクターストーンの会社から依頼されて、特別に作ったのもありますね。おもろ。そういうのはやっぱ200本単位で一個一個瓶もなんか工場に依頼するとかじゃなくて、ここで手で巻きますよ全部。そうなんだ。どのぐらいのなんていうんですかね、数が出るというか、1ヶ月でいうとそれこそシロップの瓶で何千本っていう量を作ってますね。やばいっすね。すごいな。そこがもうここで。そうですね。だから平日はもうフル稼働。そうですね。ちなみにこの釜1個分でどのぐらいの瓶の数が作れる？これでどれぐらいですかね。多分200本とかそれぐらいですかね。ちっちゃいやつが。この中くらいの一番ベーシックなやつで。それこそ今でこそこういう大規模な機械とか使われてると思うんですけど、一番最初一人でキッチンカーで出店してた時とかって多分一人で鍋とかで作ってるわけじゃないですか。まず試作の時は
もうキッチンでちっちゃいこれぐらいの鍋で毎日毎日作ってて、でもうちょっと大規模で試作したいってなった時にはこの緑色のなんかそのあるじゃない、鉄のバーナーみたいな、プロパンガスと鉄の大きい芋のコンロ買って、でっかい鍋買ってそこでなんか実験はしましたね。で仕事終わりとか。そうです。だから煙とかすごい出て、ね、あれですね、クラフトコーラの本当クラフト感が、そうですね、めっちゃありますね。でその後はもうちょっと進化してこの工房に移ってきて、最初はもうただその芋のコンロはそのまま使っていて、プロパンガスで最初作ってて、で途中で結構高い自動のやつを導入したんですけどうまくいかなくて、100万ぐらいしたんですけどうまくいかなくて、でヤフオクで売って、で今この形に行き着いたって感じですね。そうなんですね。広告代理店とかで働いてたわけじゃないですか。でそこからコーラが好きだから、コーラを作るっていう風になって、作るきっかけみたいな、なんか、さっきのレシピ見たっていうのもそうだと思うんですけど、大変な仕事の中でよく始めたなみたいな。一つ目は僕はコーラマニアだったんで、やっぱりその作れるんだって驚きがすごい大きかったっていうのが一つで、もう一個はやっぱり可能性をめちゃめちゃ感じてて、なんかわかんないけどめちゃくちゃワクワクしたんですよ。これを作って世の中に出したらすごいことになるんじゃないかっていうワクワクが本当に大きかったんで、いわゆるそのスパイスを買い集めて、最初は作ろうと思って買いに行くんですよ。で買い集めて、いろんなメディアとかではすぐ作ったって言ってるんですけど、実は確かね3日か4日とか空いてて寝かしてたんですよ。くたくたになって疲れるし、疲れて帰ってくるし、やっぱり面倒くさいじゃないですか。だから寝かしてたんですよ。ある日深夜の2時とかに今このタイミングでやらなかったらこれ多分一生やらないなって思ったんで、いきなり布団からガバッて降りて深夜2時か3時ぐらいにいきなり作り始めたんですよ。そうなんですね。そこがもう、なんか刺激的ですね。衝動があって。そうですね。この車がイオシコーラのキッチンカーのカワセミ号ってやつで、一番最初のやつ。そうです。かわいい。ダイハツのミラのウォークスルーバンっていう車種で、配達とかに使われるようなやつですね、もともとは。で僕がサラリーマンをしながら土日だけこのキッチンカーでマルシェに出てコーラを売るっていうところからイオシコーラが始まりました。すごいな。サラリーマン時代ですもんね。はい、そうです。土日だけこれでやってて。よくやりましたね。よくやりましたね。いきなり独立したきっかけみたいな。独立したきっかけが特になくて、もう趣味で土日だけ出店してて、でいつの間にかそれが忙しくなったんで、これはさすがに無理だなって思って自然に辞めたって感じですね。いや3人の人に相談したんですよ。1人目が ADK の先輩で、2人目が独立をした先輩、3人目が ADK の先輩聞いたんですけど、1人目の ADK の先輩は、いや自分が好きなことを仕事にすると辛くなるから独立しない方がいいよって言って、で2人の先輩は、いやサラリーマンじゃなくて自分が好きなことです、今すぐ独立した方がいいって言ったんですよ。でもそれって結構自分が選んだ道じゃないですか、それぞれにとって。だからそれじゃない道を進めることってある種自己否定なんですよね。だからすごい難しいことだと思うんですけど、3人目の ADK の先輩に相談したら今すぐ辞めた方がいいって言われて、その人は ADK にいるのにそういうことを言うってことは、なんかすごいそういうなんか思いがあるのかなと思って、それが一番刺さって独立を決意しましたね。飲食店で一回カフェで働くとか、飲料系メーカーに勤めるとか選択肢もあると思うんですけど、僕の場合は別にただコーラを売りたくてやってただけなんで、別になんかカフェに一回勤めるのがなんか別になんかあんまり選択肢なかったですね。はい。オフィスがさっきの工房からちょっと離れたところにあって、でこのビルの2階を、オフィスにしてます。はい、もちろんです。はい、昭和のこういう感じの昭和のビル。ここは僕のお気に入りの石で、こういうドアもお気に入り。こういう手すりとか。ここが僕らのイオシコーラのオフィスです。はい、こんな感じで。はい。すごい。ちょっと今物がすごいですけど、今。はい。屋台が一応これが屋台でイベントとかお客さんにいつでもイオシコーラの提供できるようにこういうのを置いてたりとか、これは歴代で作ってきたいろんなコーラ、これは京都芸術大学の
特任教授なんかクラフトコーラ学っていうのやったんですよ。その時に作ったやつ、はい、でこのマッツコーラとトシコーラは番組とか YouTube とかに出た時に作ったやつ、すごいですね。で日本のむシリーズは日本各地の素材を使ってコーラを作るっていうシリーズで、面白い。小田原の柑橘とか、山梨の桃とか、あとこれは桜毛虫って言って、桜だけを食べる毛虫がいるんですけど、そこの糞を使って桜のフレーバーを抽出して作ったコーラ、あと山に生える山茶、あと100年前の洋梨、あとこれは花と、あとクラフトジン作る時にできた蒸留粕を作って作りました。でこれが千葉の落花生で、これはよもぎで、これは北海道の熊笹、で高尾山の徳ダミで、これ北方のこのカノコソウっていう薬草、ノートで全部書いてますね。あ、そうですね、はい。あとこれはカワラキツネっていうこれも生薬で、これは東京の小石川植物園にある、精子が発見されたイチョウがあって、それのやつです。これは台湾の、カレンの地震の時に作ったチャリティーのコーラですね。そんなのあるんですか。何が入ってるんですか。これは台湾のカレンのマーガオっていうスパイスですね。ここは何ですか。ここはまだちょっと集中して作業する時とか、ちょっと実験を簡単な実験をするための部屋ですね。ちょっと見せて。もちろん、はい、こんな感じで。応接室みたいな。いろんなサンプルの缶が、飲み物が、スパイスとかですね。これはこういうスパイスか。はい。こんなのあるんですね。この像みたいな。そうなんですよ。作ったんですよ。カワセミの同じポーズで。これは動卵って言って。植物を採集するやつですね。植物採集してこの中にこう入れるやつ。うわ、シカゴですね。はい。こうやって。うわ、コラッとなん。はい。これは祖父が使ってたふるいで振るやつですね。シンプルな長さを。はい。やっぱいろんな本が。コーラナッツの本。そんななんですね。コーラナッツの本。の絵本。コーラナッツの物語。うわ。すごい、アフリカのやつですか。そうです。これはなんかデザインのカラーリングを参考にしたやつですね。たまたま見つけて。すごい。いろんなとこからインスピレーションがある。そうですね。これは最高だったみたいなインスピレーションのことってありますか。でもそれは祖父のこれですね。ノート、マッチラベルのコレクションのノートでこういう感じの。すごいこれいいなと思って、ここから一応インスピレーションを受けたですね。最初にヨシコーラのいろんなロゴとかはカラーリングとか。本物ですよね。本物です。こんな感じだったんだ。はい。この感じはやっぱりヨシコーラのフォントの参考にしたりとかしましたね。袋田、茨城県袋田温泉ですね。さっきお見せしてもらった、カワセミ号とか、あと一人でやられてた時も水平っぽい服とかを輸入して、かなりガチガチに一人の段階から決められてたじゃないですか。ブランドに対する意識というか統一感がなんかすごく最初から決められてる気がして、いや絶対こっちの方がいいじゃんっていうだけですね。絶対こっちの方が良くないみたいな、全部感覚で絶対こっちの方がいいじゃんみたいな、こっちはちょっと嫌だよねみたいな。自分がいいと思った方向で固めたら今の形。そうですね。はい。でも映画とかアートは好きなんですよ。もともと映画とか漫画とかはすごい好きで、こっちの方が面白いよねっていうかワクワクするよねって思ってやってるだけなんで、特に何も考えてないじゃ何も考えてないんですよね。この瓶とかもやっぱめっちゃ象徴的というか印象深いところがあって、コーラっていうとやっぱ缶のイメージがずっと強くて、でそこをシロップで混ぜて自分で飲むっていうのはすごい面白いなと思って、これはなんかどういうふうに売ろうと思ったんですか。これも別に全く狙ってやったわけじゃなくて、そもそも缶が作れなかったんですよ。大きい工場もないしお金もなかったんで、僕らができることといえばお店で出していたシロップを自分たちで瓶に詰めてラベルを貼ってキャップを閉めて売ることしかできなかったんですよ。だから結局そういう形で最初の商品は生まれました。これがオリジナルの青いやつがドリーミーフレーバーっていうやつ、でこの緑色のやつが柚子とか山椒が入っているジャパンエディションっていう、これ1万円のコーラですよ。やばい1万円しますこれ。なんでかっていうと高麗人参とか冬虫夏草とかマムシとかいわゆる生薬の
本当にその特別な原料を配合してるんで、もう本当フラッグシップというか、ゴールドエディションって呼んでるんですけど、すごい。でも海外の方はめちゃめちゃこれ買っていかれますね。面白いですもんね、これだってもらったらめっちゃ嬉しい溜まってますね、いろいろ。わあすごいドロッとしてる、カワセミの話とかもやっぱ面白いですよね。デザイナーさんが山本さんっていうデザイナーさんで、イラストレーターが湯之介さんっていうイラストレーターさんで、まあ割とその若手のコンビのすごいめちゃめちゃいい感じのデザイン事務所でお願いしたんですけど、このデザインのリソースっていうかイメージしてほしいって言ったのが、これもまた祖父が昔集めてたマッチのラベルコレクションがあったんですよ。でその中ですごいいい感じのやつがあって、こういう感じでデザインしてほしいってお願いしてできたのがこのデザインで。カワセミのアイコンっていうのはもともと決めてたんですか？カワセミはそうですね。カワセミは僕が釣りが好きなんで、カワセミってキングフィッシャーって言うんですけど、釣りの王様って言われたりとか、あとはやっぱりこのぷっくらしたフォルムがすごい可愛らしいなって思ってたし、やっぱりすごい美しい鳥だし、あとは当時考えていた時はこうカワセミがこう水に飛び込むんで、それがそのコーラを作れないとか体に悪いみたいな常識を壊すっていう意味で、まあ、選んだんですけど、今ちょっと実は意味変えてて、目の前に神田川が住んでるんですよ、流れてるんですよ、で数年前からカワセミがここに戻ってきたんですよ、神田川に。そうなんですか。いわゆる昭和の時代には死の川になってもう生き物とか何もいなくなったのに、数年前から自然の象徴であるカワセミが戻ってきたって、いわゆる原点回帰みたいなところが、僕が祖父がやっていたその漢方の道にこう戻ってきて、しかも地元にも戻ってくるみたいなところとすごいフィットしたんで、なんかカワセミを使ってますって、これから言っていこうかなと思ってる。うわーめっちゃいい、めっちゃいいですね、どういうふうにどこで考えたんですか、それ。うわこれめっちゃいいじゃんっていう。それはそれこそカワセミがここにいるって知ったのが1年半前とか2年前なんですよ、でちょうどカワセミの研究家の大学教授の柳瀬教授っていう教授がいて、柳瀬教授といろいろ話してた時に、いやカワセミっていわゆるその自然がこう戻ってきた象徴だよねみたいな話とかで、それってイヨシコーラがこう漢方の道にこう戻ってきたみたいな話とかすごいフィットするよねみたいな話をして、じゃあまさにそれの方がなんかいいなと思ったっていう感じですね。わー熱いっすね、ありがとうございます。いやめっちゃいい話聞いちゃったで、コーラチュウっていうのがある。これは鹿児島の指宿の大山神七商店っていう焼酎蔵と一緒に作ってる商品で、コーラを作る時に出る搾りかすを、本格焼酎に漬け込んで蒸留してできるやつで、作り方としてはジンと一緒なんですよ。ただまあベースが本格焼酎で作ってますっていう。これ飲んでみたいですね、これは缶ですね。これトバログもツイッターでアップさせてもらったんですけど、新しいやつめちゃくちゃうまかったですね。やっぱり前とちょっと味違いますよね。ちょっとね改良してます、レーシー入れたりとか。そのレーシーの話もちょっとレーシー聞いていいですか？レーシーこれあります？台湾でこれ仕入れたやつなんですけど、生薬で本当高麗人参と並ぶような、なんていうんだろうな、その非常に象徴的な生薬なんですけど、日本だとちょっと前にアガリクスダケとか流行ったじゃないですか。懐かしい。がんに効くみたいなで、ちょっとアガリクスダケとか、あとまあレーシとかちょっとなんか怪しい感じのイメージがついちゃったと思うんですけど、で僕もレーシ使いたかったんですよ。なぜなら昔の文献とかにもやっぱりレーシは高麗人参と並ぶ生薬としてやっぱり記載されてて、台湾に行った時にそのレーシが本当にその街の中に溶け込んでいて、いわゆる漢方薬局とかでも普通に調合して出してくれるし、あとコンビニにもレーシのエキスが売られているんですよ、濃縮エキスが。でこんな受け入れられているものなんだって、高麗人参と同じぐらい受け入れられているものなんて気づいたんで、これはもう入れようと思って入れる判断をしたんですね。もう入れてる飲料とかほぼないと思うんですけど、見たことないと思う。高麗人参は結構あるじゃないですか。味はキノコなんでほとんどないんですよ。これはもう生薬なんで、結局スパイスではない生薬なんで、で効能でいうといわゆるどっちかというと免疫向上とか日々のなんか生活をサポートする系ですね、どっちかというと。なるほどな。これでいくらぐらいするんですか？これで末端価格でいうと、
多分500円とかじゃないですかね、触っていいですか？それはまあ現場で現地で仕入れたん軽い。で、ローソンさんでも実は取り扱い始まってて、そうなんですね、はい、関西と中部は期間限定なんですけど、関東のローソンだと結構定番で置いてもらえそうなので、なんか見かけたらぜひ飲んでみてください。でこの動画を見た関東圏の人とかは、今ローソンに駆け込めばもしかしたら売ってるかもしれないです。この味知ってほしいです、もっと。でもし売ってなかったら、店長さんいますかって言ってヨシコーラ置いてくださいって言っといてください。今後ヨシコーラさんはどういう風になっていくんですか？はい、僕らはやっぱりもうずっとコカ、ペプシ、ヨシになるって言い続けてるので、結構世界中でコカ・コーラ、ペプシコーラ、次はヨシコーラだよねっていうような存在になりたいって思ってますね。めちゃくちゃでもそれ、リアルにある気がしてて、次のステップは僕らは今国内にもう少しお店を増やし、直営店を増やしていくっていうのと、あとは海外でパートナーと一緒に直営店を増やしていくっていうのを今考えてます。製造周りのリーダーとか営業とかも全ポジションで今人が足りてないんで急拡大中なんで、もしじゃあ興味あって、そのコーラが好きで働いてみたいっていう人は、じゃあぜひ概要欄の方からコメントしてもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回はイヨシコーラさんの工房の方をいろいろと見せてもらいました。いや普段ね飲んでるシロップがまさかここで作られていて、でさらにねその作っている張本人、クラフトコーラっていうワードを発信した張本人にね今いろいろとお話を聞けていて、めちゃくちゃ楽しいです。という感じで今回のルームツアーというか工房ツアーは終わりにしようと思います。もし気に入っていただけた方ぜひチャンネル登録お願いします。あと概要欄の方にヨシコーラさんのいろいろページとか載せておくのでぜひチェックしてみてください。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。トバログでしたありがとうございます。はい、カットでこれで終わりです。ありがとうございました。